3回検査して平均誤差が2センチメートル以下であれば合格だけど、検査官曰く、新視力がダメ。こんにちは、ライセンスサービスです。いつも動画をご視聴していただき、ありがとうございます。今回は、オンライン講習を受けて、マイナ免許証を更新してきました、という動画を作ろうと思って免許更新に行ってきたのですが、まさかの新視力が合わない？新視力検査で不合格？という、ちょっとドキッとする経験をしましたので、その顛末についての動画を作りました。新視力検査のある免許更新や免許試験を控えている方は、ぜひご視聴してくださいね。前日の夜遅くにオンラインで更新時講習を受けて、翌日の13時15分更新受付の予約。これで明日の免許更新は自動受付機で申請書作って、手数料払って視力検査して終わり、30分もあれば終わるかなと期待して就寝。当日の更新センターでは、従来の免許証とマイナ免許証の更新受付が分かれていて、マイナ免許証の方は数名のみ、従来の免許証の方はその10倍の方は並ばれているのかなという感じ。私はマイナ免許証の更新なので、この順番ならすぐに手続きが終わって帰れるかなと思っていたら、従来の免許証の受付は12時50分頃から始まったのに、マイナ免許証は13時15分からの受付まで待つようにとの案内。予約した時間が13時15分からなので、これは仕方がないなぁと考えていると。あっちの方はあんなに多くの人が並んでいたのに、こっちはまだとの声が後ろから、気持ちはわかる。そりゃそうだな。もう少し案内の方が笑顔で丁寧なお話をしていただければ、不満が和らいだかも。でも私は平気、受付さえ始まればすぐに終わるし、そもそもフリーランスは時間が自由、何でも楽しみに変えられるところがいい。並んでいる人の不満のボルテージが頂点に達したところで13時15分受付開始。自動受付機で更新申請書を作成、QR コードと簡単な入力で作成できるので、これは便利。2番の証紙の販売窓口で手数料3150円を払い、現金支払いのみなので注意が必要。3番の申請書の点検の窓口で点検を受け、次に4番で適正試験。この段階では全く不安はなく、新視力検査のこのような動画も出しているし、なんなら前職は適正検査をさせていただく側でしたから、機械の構造や検査を受けるコツもご案内させていただいていたぐらいなので、何の準備もしていなくて、あえて言うなら、並んだ方を間違えたかなって少し思いましたが。最初に視力検査をします。これは少し不安でしたが。下？右？左？3回ほどで 0.8 以上あったらしい。メガネも新しくしたし。年をとってもまだ大丈夫かなという感じ。次は新視力検査です。3本の棒の中央が前後に動いているので、3本の棒が横に1列に並んだら、ボタンを押してください。この時も全く平常心で、真ん中の棒が前後に動いてるのがわかる。1回目。少し早すぎたかな？ 2 回目。少し遅かった？今度は慎重に3回目。新視力検査は3回検査して平均誤差が2センチメートル以下であれば合格だけど、検査官曰く、新視力がダメ。あちらの事務室に行って再検査受けて。ダメ？もう少しさせていただければ、と思いながら、並んだところが悪かった？ちょっと嫌な予感がしてたような、免許更新できない？新視力がダメでも、すべての免許が更新できないわけではないけど、この状況、年を取ればいつかはと、想定していないわけではなかったけど、こんなに早く来るとは。もし新視力が合格しなかったら、新視力の必要な免許、大型と、牽引と、2種は更新できない？中型、これは中型8トン限定。昔の普通免許なので大丈夫。大特と、二輪、これも大丈夫。バス、タクシーの運転はしない。大型、運転しない。自動車学校で働く？それはない。だから生活に困るわけではないけど、実際に、大型や2種は、運転する機会はないし、なくてもいい？免許更新中断して、改めて更新を受け直す？免許有効期限までに適正検査に合格すれば大丈夫なわけで、昨日の夜遅くに受けたオンライン講習が良くなかった？睡眠をよくとって目を休ませて受け直せば、今度は大丈夫かも。しばし、考え込んだけど、とりあえず、再検査に気合を入れて。新視力の再検査、お願いします。
と申請書を差し出して声をかけると、新視力検査ですね。あの検査機、わかりにくかったかもしれませんね。それでは落ち着いて、やってみましょう。笑顔で対応された担当官、緊張感が和らぎました。おそらく不安を抱えている人の気持ちを汲んで、気遣いのある、親しみやすい対応の良さが伺えました。今度こそはと気合を入れて、神経集中して基本通りに、やり方は人それぞれ違うと思いますが、真ん中の棒が前後に動いているのがわかる。同じ太さになった時にボタンを押せばいいのだけど、棒の動きは意外と速く、年のせいか、動きを見て反応する動作が鈍くなっているかもしれないので、若干早めにボタンを押すようにすることに。1回目。誤差 0.7。いいよ、その調子。2回目も3回目も、基準値に収まったようです。平均誤差 0.8 で、新視力検査も合格です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ああ、よかった。最初の検査では、反応の遅れからタイミングがずれていたのかも。再検査では、ほんの少し早めに押して、平均 0.8 センチで合格でした。メガネを調整して視力に余裕があることも大事だけど、棒の動きが意外と速くて、ボタンを押す反応が遅れないように、タイミングをつかむ練習をしておいた方が良かったのかもしれません。次の免許更新の時は70歳近いので不安ですが、とりあえず5年間は大丈夫。次はもしかすると厳しいかも。と思いながら、5番の窓口で写真撮影。この後は、マイナ免許証に免許情報の書き換えで終了です。新しい従来の免許証の交付も受け、なんとか無事に1時間程度で終了でした。でも、新視力検査だけは、ちょっとイメージトレーニングだけでもしておいた方が良かったかな、と思った次第でした。また、検査を受ける時の検査官の対応や、心理的な要素も人によっては少なからず影響していると思います。新視力が合わない原因は受験される方によって様々ですが、お悩みの方は私の顛末もご参考にしていただければ幸いです。最後までご視聴していただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。